地下遺跡ってほんと湿気がすごいですよね。壁がベタベタしてて、これ結露ですよね。水ですよね。ミヤ君、手を洗いたまえ。なんでそんな真顔なんです？それは結露ではない。消化液だ。君たちがダンジョンと呼んでいるものは古代文明の建造物ではない。この星そのものが地殻の一部を変形させて作った巨大な消化器官だ。ファンタジーリアリストへようこそ。新婚のミヤです。今日は RPG のど定番ダンジョンを解剖します。一般的には古代文明の遺跡、魔王の城の地下、失われた神殿と言われていますが、教授の説はかなりヤバいです。一度冷静に考えてみてほしい。1、誰が好き好んで地下100階層の建物を作る。2、なぜ外光もないのに壁がぼんやり光る。3、どうして傷ついた壁がいつの間にか修復されている。確かに遺跡っていうにはセルフ修復しすぎてますね。建築物として見ると矛盾だらけだ。地質学と生物学の視点を入れ替えるとむしろきれいに説明できる。今日はダンジョンイコール惑星規模の生態器官説をガチめのロジックで解説していきます。まずは一番身近な疑問から。あれ、本当に岩なんですか？見た目は岩だ。だが成分が違う。ダンジョンの壁を削って分析すると、炭酸カルシウム、コラーゲン様タンパク質、微細な環状構造が検出される。貝殻と骨の中間のようが生態鉱物、バイオミネラルだ。つまり生物の外骨格に近い？そう。さらに顕微鏡で見ると表面に微細な毛のようなものが並んでいる。うわ、何それ？絨毛だ。人間の腸の内壁と同じ構造。表面積を増やして栄養を効率よく吸収するための生物の定番デザインだ。じゃあ私たちが壁に触るっていう行為はイコール腸の内側に触れているに近い。気持ち悪いだろう。ダンジョン RTA とかやってる皆さん、今どんな気持ちですか？コメントで教えてください。壁は生物っぽいと。じゃあ中にいるモンスターたちは？役割ははっきりしている。ゴブリンやコボルド、マクロファージ型、粗い異物処理、スライム、胃酸プラス消化液。ドラゴンや大型魔獣は NK 細胞、大型キラー。特にスライム、あれは意志あるゼリーではない。あの子喋ったりしないけど可愛いイメージだったのに。強酸性の消化液が粘性と魔力の影響で部分的に自律運動しているだけだ。金属鎧を溶かし死体を分解し栄養として壁に戻す。胃液と清掃係を兼ねた移動する胃酸の塊だ。だから物理攻撃が効かない。装備だけ溶ける。死体処理が異様に早い。全部辻褄合う。強いモンスターほど深層にいるだろう。それは腸の奥ほど免疫反応が激しいのと同じだ。入り口付近は口腔、奥に行くほど本気の消化ゾーンだ。ここまでは生物っぽいダンジョンとして理解しました。でも一つ大きな疑問があります。宝箱は何？ただの捕食器官ならわざわざ金貨やレアアイテムで釣る必要なくないですか？深海魚、チョウチンアンコウを知っているな。自分の体の一部を光らせ獲物が自ら口に入ってくるのを待つ捕食者だ。まさか。ダンジョンにとって財宝は重要ではない。重要なのは冒険者が奥まで来てくれることだ。だから宝箱は人間の脳をハックするための疑似液機関だ。脳をハック？
リスクを払ってでも高リターンを取りに行きたくなる人間のバグを刺激する装置だ。ギャンブル依存者と同じで、たまに当たるから人は何度でも潜る。だから中身がミミック、罠付きでもみんなやめない。そう、あれはご褒美ではない。内側から見ると捕食率を上げるための投資だ。ここで視点を変えて経済の話ですね。ダンジョン周辺には必ず町ができます。冒険者用の装備や宿やギルド、艦艇やダンジョン経済圏が成実している。それが問題だ。ダンジョンから吐き出される未消化物、レアメタル、魔石、魔物の素材、これが人間社会にとっては資源だ。つまりダンジョン、人間を消化、人間、ダンジョンの排泄物を回収して儲けるという共生関係？その通りだ。ギルドはダンジョンの本質をうっすら理解している。でも危険だからやめようとは言わない。言わない。言った瞬間、町の経済が死ぬからだ。視聴者の皆さん、ここで質問です。あなたがダンジョン都市の市長ならダンジョンを封鎖しますか？それとも若者に冒険を煽りますか？よかったらコメントで教えてください。今日の話を3つにまとめます。ダンジョンの壁は石ではなく生態鉱物、重毛構造、自己修復、粘液イコール胃腸に近い。モンスターは住人ではなく免疫系。スライムイコール移動する胃酸。ドラゴンイコール大型キラー細胞。宝箱は報酬ではなく疑似液器官。人間の報酬系をハックして真相まで誘導。要するにダンジョンは星にとっての胃袋だ。その中を歩くということは消化される前提の通路を歩く行為だ。それでも潜る人は構造を知った上でどこが胃酸エリア、どこが免疫の本拠地か理解しておく必要がありますね。で、教授、ダンジョンが生き物だとするなら殺すってことってできるんですか？できる。どんな生物にもコア、心臓、中枢神経がある。 YouTube ではここまでだが、私のノートではこういう内容をまとめてある。見分け方、死んだ遺跡、化石と生きているダンジョンを外観、反応、匂いで判別する方法。装備、スライム、胃酸から装備と皮膚を守る簡易アルカリ中和剤と素材の組み合わせ。攻略、ダンジョンコアにあたる器官の1パターンとその破壊が周辺経済に及ぼす影響。ギルドの公式ガイドには絶対に載せない内容ですね。いや、載せたら困る側の人たちが多そう。食べられる側で終わりたくない視聴者だけが概要欄からアクセスするといい。今日の話が気持ち悪かった、でも目が離せなかった、もうダンジョンの壁を素手で触れないと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは勇者イコール少年兵説、ポーションイコール発がん性物質説、ダンジョンイコール消化器官説みたいなファンタジーの裏の現実をこれからも暴いていきます。次回は蘇生魔法で生き返ったのは本当にあなたか。テセウスの船と魂のコピー問題についてだ。精神的にぐらつきそうなテーマですね。でも絶対面白い。では次回のファンタジーリアリストでお会いしましょう。